あのまあ幸いにもあんまり自分に不得意なものを題材として持ってくる人はいないので、というかむしろパート1と違う形にしたかったんだと思うんですよね。で、ある明確なイメージがあってそこに近づけるんではなくて、それをそういう状態になった我々がその岸和田少年愚連隊っていうものをどう描くかっていう、そこに、そのために我々が参加してやったので、結構、自由に発想していろいろと楽しんで、それを、また原作の中場さんも許してくれたし、一緒に映画を作ることを楽しんでくれて、で非常に出来上がったものも気に入ってくれたんですけど、青春映画っぽいよねというかね、なんかなくしちゃった取り返せない時間でもかつてなんかそういう瞬間ってあったなっていうような、これからを問う映画じゃなくて、過去の小さなエピソードをなんとなく懐かしく感じるっていう、そういう作品にこう仕上げられればいいんじゃないかなというふうに思いましたね。で周りのスタッフは結構なんて言うんでしょう、こうどんなふうに、なっていくんだろうっていうね、ヒヤヒヤしながらもでも楽しんでたんじゃないでしょうか。要はより幼くなろうっていう、自分たちがよりもう少し戻ろうと逆行しようっていう冒険というか旅ですよね、スタッフ我々にとっては。だから主人公の年齢がもう子供に小学生になってしまって、でその代わりお父さんという存在が出てきて、で、どうしても大人が保護していないと、面倒を見ていないとまだ自立する直前っていう世代をこう描こうかなという。でそのお父さんといっても非常にこう一般社会でいうところのどうしようもないお父さんなんですけど、なんかそういうどうしようもないやつらが非常になんか愛らしくというか、人間それでもいいのかなっていうようなね、今は何て言うんでしょう、特にこう日本の場合は、こうみんな幸せになりたいというか幸せになるもんだと、そのために頑張るってで、特に我々の世代はやっぱりいい学校勉強していい学校に行っていい会社に勤めるっていう、それが、幸せな人生の、最も普通の生き方で、普通であるっていうことが幸せに通じるっていうふうに教えられてきたんですよね。それは小学校中学校高校とずっと言われ続けて、親からも言われ先生からも言われ、社会からそういうふうに言われてて、で、少しは信じてはいたんでしょうけど、でも心のどっかでは動物としてそれは違うんじゃないかっていう反発心がずっとあったと思うんですよね。でそれらがやっぱり自分の作る映画の中の登場人物にどうしても反映されちゃうんですよね。だから小学校中学校の頃の、自分に詰め込まれたいろんな人間はこうしなさいと、こうやってこれが正しいんだと、で幸せになると、こう努力して真面目に生きていればいくらかの幸せは手に入れることができるんだっていう、かすかなそういう願いがいつかそれがそうでないと手に入らないんだっていうものに置き換えられちゃってて、で自分はもうその時からちょっと逆らっちゃったんですけど、それを信じてやっ
てきた人たちが果たして本当に幸せなのかっていうのと、それはでも周りと比べてそうだっていうのと、そう思ってきたからここにいるから幸せでっていう、そのこうもう一度なんか何が自分たちではなくて自分にとって幸せなのかっていうのをね、なんかこう自分には子供次の世代にはそういうふうに伝えたいなという決まりがなくて、でどうやっても幸せな瞬間はあってもまたそれを感じない日常もあって、その繰り返しのうちに、運不運というかついてない人間は病気になり、交通事故突然の事故があり、いろんなことがあって、でもその結果間違いなく肉体は滅びるんだというね、なんかでその中で、こうあなたはともかく自由なんだけども、何でも選べるんだけど、何か我々で助けてあげられることがあればというようなね、そういう存在になるべきだと思うんですよね。でただこうしなさいっていうのはやっぱり言えなくなってきてしまってるっていう、逆に言うと自信をなくしてしまってるのかもわかんないんですけど、だからそういう我々が作る我々の子供の頃のダメな家族なんだけど生き生きしてると、なんかそういう人生も、それがいいっていうことではなくて、それはそれでその人たちは仕方なくそういう状況になってるんでしょうけども、要は自分の気持ちの置きどころと見る角度を変えると、今の人生もなんかまんざらじゃないんじゃないかと。どんな状況に置かれててもまず悲観するより肯定するというか、なんかこれでもいいんじゃないかなっていう、本気でどっか思えるっていう、なんかその辺からなんか始めていくってことができると、随分人は楽になるんじゃないかなっていう、そういう気はするんですよね。だからそういう登場人物たちばかりが出るんで、見てもらうと物語とかを追いながら、あーっと映画終わってもなんかどっか知らないところで、少し何かが楽になってくれればなというふうに思う作品です。あの芸能界というか、ああいう役者という仕事がなかったらどんな人生を送ったんだろうというよりも、やっぱり芸能っていうのは必然的に生まれてくるもんなんだなっていうのを感じる人ですよね。なんて言うんでしょう、非常に芸事にはっていうか演じるっていうことには熱心で真面目なんですけど、で素晴らしい才能を持ってて面白い人なんです。自分でも監督をやり、役者では欧米ではシャルウィダンスでね知られてると思うんですけど非常にこう、根っからの役者だと思いますね。相川さんの方はね、自分らしく生きていくっていうことにこだわってるうちに、一つ役者という道が開けて、でその道にこだわって、生き方を貫くためにたまたまそれが俳優という世界に向いたので、それを半端でやめるっていうわけにいかないっていうような、そういうタイプの男ですよね。だからみんな役者一人ずつみんな違いますよね。似た人ってあんまり見たことないですね。少しずつみんな違いますよね。それはね、個人的には自分的にはそう思ってますね。っていうのは子供たちが生き生きしてるんですよ。でその子供たちが将来、この映画に出たことも忘れるかもわからないし、その存在も実際の上では役に立ってはいかないかもわからないんだけど、この映画には奇跡を起こすチャンスがあといくつか眠ってるんですよね、子供たちの中で。要は子供たちが自分の息子ができた時に
どっかでやっぱり見せたくなるんじゃないかなと、孫が生まれた時に見せたくなるんじゃないかなと、その時にもうヨレヨレになったテープでこうコピーを繰り返しながらこうかろうじて生き残っているのかもわかんないんですけど、その時に孫が見るそのヒロヒロになったビデオテープに、その頃もうビデオテープなくなってるでしょうけどね、デジタル機械にコピーされた映像の中に踊るおじいちゃんの姿を見て自分に似てるっていう、あれってでじいちゃんこんな若かったのってすげえなって思う、その驚いてる孫を見て、どうだじいちゃんすげえだろうとこう思っているっていうその瞬間って彼らが生きて暮らしてさえいれば出ている子どもの数だけ訪れると思うんですよね。なんか自分のエンターテインメントっていうか、それは一般の観客、見てくださる観客とはまた違うんですけども、自分にはなんかちょっと質の違うそういう観客たちがいて、その家族の中の当然監督の名前とかもう覚えちゃいないんでしょうけど、一瞬その家族の中になんかわーっとあったかい空気が流れるっていう、それがこの作品っていうのは一番なんかこう可能性があるというか、力を持ってると思うんですよね。そういう意味でも非常に気に入ってますね。確かにね、自分たちの子供の時代を描いてるので、なかなかこうお菓子一つ買うにしても真剣に選ぶわけですよね。お小遣い、限られたお小遣いで。プラモデルを買うといったらもう大変な事件なわけですよ。貧しかったのかもわかんないけど、なんか何かを得るたびにその喜びはもっと大きかったような気がして、今の子供たちっていうのは満足させるっていうのはもうものでは不可能になってるんじゃないかなっていう、なんか、じゃあどちらが本当に豊かなのかっていうと、自分たちはやっぱり自分の子供の頃の方がすごくこう楽しい思い出がたくさんありますよね。そういうのを今の子供たちは自分たちが大人になって、どんなふうに自分たちの少年時代を見るのかなっていう、そういうこう思いはありますよね。でこれから先どういうものを作っていくかはもう全く自分自身予測できないんですが、内容とかジャンルはともかく出てくるのは人間が登場するわけですから、それが殺し屋であろうが政治家であろうが、赤ちゃんであろうが人間なわけですから、そこには当然自分たちの思いというか、頭で考えたものではなくて自分たちが実際に過ごしてきた時間とかっていうのは絶対にこう色濃く反映されるはずで、監督によってその反映のされ具合の色が薄い人と濃い人っていると思うんですけど、自分はどちらかというとなんとなくこう意識しないうちになんとなく濃く出てしまうタイプだと思うんですよね。ですからあえて自分にとってノスタルジックな題材を選んで表現しなくても、どのジャンルを描いても何かこう過去があっての現在を描かざるを得ないだろうし、ノスタルジーに通じる何かっていうのはもう未来の物語を描いても出てきちゃうと思うんですよね。ですからあまりジャンルとしてあえてそこを描こうっていう意識はそんなにはないです。